季節のものですね。その時その時美味しい時期に食べたいですよね。しみじみ美味しいたけのこご飯を作りたいと思います。たけのこのいい匂いしますね。たけのこにもしっかりと味をつけて、ご飯にも塩分が入っていて、全体としては割とこれだけで食べられるたけのこご飯なんですよ。アクセントで菜の花と。うまい。菜の花舞う。この今だからこそやってもらいたいですね、これね。皆さんこんにちは。今週のごちそうさまチャンネルはですね、しみじみ美味しいたけのこご飯を作りたいと思います。今自分たけのこの生のものがスーパーで売ってるので、その茹でるところから、やって美味しいたけのこの、たけのこご飯を作っていきたいと思います。じゃあ早速材料の説明です。生のたけのこを使って、湯がくところからスタートします。それから白米ですね。白米2合分、かつおだし、みりん、酒、薄口醤油。それから菜の花をちょっと添えます。これはお好みの野菜でもいいと思います。菜の花、お醤油、鰹節の和えたものをたけのこご飯にのっけて食べるっていう感じですかね。で今日まだねちょっとシーズン早いんでたけのこ小さいんですけど、本当はね多分このぐらいのサイズになると思うんですよ、売ってるものが。それの方がもう美味しいとは思いますね。ただこれもすごく若くて良さそうなたけのこなんで、美味しいと思いますけど。で処理なんですけど、まず最初ここ落とします。穂先にはもう硬い皮しかこう集まってないんですね。そこをまず落としちゃいます。で落としてこういう状態になったら、こことここに薄く切れ目入れます。で反対側も同様ですね。薄く切れ目入れて、ちょっとお尻のところにクロスで浅く包丁入れて、これでお水の中ですね入れて、で今日はアク抜きのために米ぬか使います。米ぬかと唐辛子使ってたけのこ自体の美味しさをちょっと立てるっていうイメージですかね。まず唐辛子入れて、米ぬかそうですね大さじ2とかそんな感じですかね。で火つけます。で米ぬかない場合は、米のとぎ汁で代用してください。たけのこご飯作る時にこの2合の米を研いだ時に出る水分ですね、それを使って茹でてもほぼ同じようなアク抜きの効果があると思いますのでやってくださいね。沸いたら、火を弱めて、このぐらいですかね。このぐらいのことでずっと煮ていきたいと思います。だいたい1時間ぐらい煮た方がいいですね。上にこのたけのこが出ちゃってる場合、たまにちょっとこうひっくり返してもらって、これで1時間煮ていきます。そしたらたけのこ茹で上がって今冷ました状態になります。熱々の状態から、室温に下がるまで出しちゃわないで、この状態でいいです。この状態でよりアク抜きが進むと言われてますね。では皮むいていきます。小さいたけのこほど皮むきすぎ注意で、柔らかいとこまでいっちゃうんですね。ちょっと丁寧に。たけのこのいい匂いしますね。このサイズであっても案外食べれるところって少なくて、ちょっとこの芯の部分硬いので落として、こんな感じなんですね。はい、そしたらこれカットしていきます。今日はちょっと薄切りで使っていくので半分ぐらいですかね。これをこのままスライスしていきます。ちょっと味見。美味しいですね。ただお鍋にお水入れます。でお塩入れます。でこれで何をするかというと、たけのこに下味をしっかり入れます。要は食べ物ってその塩分によって旨味が増幅されるわけですね。だから先にたけのこにもしっかりと味をつけて、ご飯にも塩分が入っていて美味しいたけのこご飯になるっていう、このひと手間だけですね。塩をよく溶かします。で 200cc に対して小さじ1なんで結構しょっぱいんですよこれ。沸いてきたらたけのこ入れます。このひたひたの状態ですね。ひたひたの状態で塩分を入れていくと、中強火ぐらいですかね。これでずっとゴン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 煮ていきます。この間にご飯の方の準備します。そしたら炊飯器を使うんですけど、ここにまずお米入れちゃいます。で合わせ調味料作ります。かつおだし、ここにみりん、酒で薄口醤油ですね。でトータルでお酒、みりん、薄口醤油入ってかつおだし合わせて 340cc。 たけのこにやっぱり水分多いので通常よりも 20cc 減った状態で炊いていきます。で水分飛んだら火止めて、要はこれ今塩たけのこっていう状態ですね。しっかり塩分入ってます。でこれをご飯の中へ。たら合わせただしですね。
ちょっとさっくりと混ぜて、これで炊いていきます。よいしょ。普通だけでいいと思うんですね。そしたら菜の花茹でていきます。ひと塩して塩溶いたら、この沸いてる状態茎からつけていきます。で1、2、3、4、5、6、7、8、9、10秒経ったら全部入れます。1、20秒、合計30秒ぐらいですね。ではざる取ります。で冷水取っちゃいます。では水気切っていきます。キッチンペーパー包んで、水気切れたらカットしていきます。このぐらいかな。で今この状態でちょうどいいです。食感も残ってある。で葉っぱの方も、茹でられすぎてない状態ですね。そしたらボウルの中に菜の花湯がいたの入れて、鰹節たっぷり入れて、お醤油と一緒に和えておくと。鰹節が和え衣になってお醤油吸って菜の花にくっつく状態ですね。こういう状態。これでもう準備 OK ですね。じゃあ炊き上がったのでね、熱々ですね。あれです。そしたらまず全体混ぜます。でタケノコは塩分を含んでる状態なので、タケノコが固まりすぎると逆にちょっとしょっぱく感じるかもしれないですね。全体にタケノコをあえてちょうどいい塩分量にして食べるっていうのがおすすめですね。おこげもできてますね。でタケノコと最後にアクセントで菜の花と、はい、完成です。季節のものですね。その時その時美味しい時期に食べたいですよね。炊き上げると一回ギチッと入った塩分がまた広がるわけですね。さらにご飯にも塩分さらに反映されると。だけどできらない塩分が必ず残るんですよ、タケノコの中に。それが美味しいですね。ちょうどいい塩梅になるんです。うまい。菜の花も合う。この今だからこそやってもらいたいですね、これね。やっぱ生のタケノコを茹で上げてフレッシュ感を炊き込みご飯に求めるなら、このやり方じゃない方がいいかもしれないです。ちゃんとしっかりとしたタケノコにも味がついたタケノコご飯。全体としては割とこれだけで食べられるタケノコご飯なんですよ。なのでそういうのがお好みの方はぜひやっていただきたいし、あと茹でて真空パックされてるタケノコでタケノコご飯作る時はこのやり方は、絶対的におすすめです。なのでぜひこの季節こそタケノコご飯楽しんでください。ごちそうさまでした。